ゆっくり解説。不屈の男、ジョン・トラボルタ。二度のどん底から奇跡のカムバック。その奇跡をたどる。マリサ、今日のテーマは何かしら？なんだかワクワクするわね。おう、レイム。今日はハリウッドの大スター、ジョン・トラボルタの壮絶な俳優人生に迫るぜ。彼の浮き沈みは、まさに映画みたいなんだぜ。ジョン・トラボルタ、サタデーナイトフィーバーのダンスは本当に素敵だったわよね。でも、どん底も経験してるの？ああ、そうだぜ。一度ならず二度もだ。トップスターからの転落、そして誰もが驚くような奇跡のカムバック。だからこそ彼は不屈の男って呼ばれてるんだ。今回は、そのドラマチックな奇跡をベスト10形式で紐解いていくぜ。二度も、それはすごいわね。どんな困難を乗り越えてきたのか、すごく興味があるわ。だろ？彼の代表作や知られざるエピソードも交えながら、その秘密に迫っていくから、最後までしっかりついてこいよな。第10位。1975年、ウェルカムバックコッターでのブレイク。キャリアの夜明け。マリサ、ジョン・トラボルタさんが最初に注目されたのって、どんな作品からだったの？ジョン・トラボルタのキャリアの夜明けは、1975年に放送が始まったテレビシリーズウェルカムバック、コッターなのぜ。これが彼のブレイクポイントなんだ。テレビシリーズなんだね。どんなドラマで、彼はどんな役だったの？このドラマは、落ちこぼれ生徒たちスウェットホッグスと先生の交流を描いたコメディだぜ。トラボルタはクラスのリーダー格、ビニー・バーバリノを演じたのぜ。少し悪だけど愛嬌があり、彼のカリスマ性とコミカルな演技が若者たちの間で大人気になったのぜ。へえ、もうその頃から、彼の魅力は光っていたんだね。ティーンエイジャーのアイドルになったってこと？その通りだぜ。彼はこの役で一躍ティーンアイドルになり、毎週何千通ものファンレターが届くほどだったんだ。この大成功が、彼をハリウッドの若手有望株として確立させ、後の大ブレイクにつながる重要な一歩となったんだぜ。なるほど。彼の才能がこの作品で広く知られるようになったんだね。ああ、この作品がなければ、サタデーナイトフィーバーやグリースでの世界的ブレイクもなかったかもしれないぜ。ジョン・トラボルタの伝説は、ここから始まったと言っても過言じゃないなのぜ。第9位。1977年、サタデーナイトフィーバーで世界的大ブレイク。続く第9位は、ジョン・トラボルタの名を世界に轟かせ、彼を一躍スーパースターの座へと押し上げた歴史的傑作。1977年公開の映画サタデーナイトフィーバーだぜ。これは社会現象レベルの大ヒットだったんだ。サタデーナイトフィーバー。知ってるわ。あの白いスーツで踊るシーンは今見てもかっこいいわよね。やっぱりこれがランクインするのね。ああ、この映画でトラボルタが演じたのは、ブルックリンのペンキ屋で働き、週末はディスコのキングとして君臨する青年トニー・マネロだ。普段は冴えない日常のトニーが、ダンスフロアでは輝く。その姿が当時の若者の心を掴んだんだ。映画は世界中でディスコブームを巻き起こし、ビージーズのサントラも記録的大ヒットとなったぜ。音楽も素晴らしいものね。トラボルタ自身も、あのダンスは相当練習したんでしょう？役にかける情熱が伝わるわ。その通りだ。トラボルタはこのトニー役のため、何ヶ月もダンスの猛特訓を積んだそうだ。ブルックリンなまりも完璧にマスターしてな。彼の努力と才能が開花し、アカデミー主演男優賞にもノミネートされた。23歳という若さでの快挙で、当時の最年少記録の一つだったんだぜ。実力派俳優としての評価も一気に高まった瞬間だ。アカデミー賞ノミネート。すごいのね。若くしてそこまで評価されたなんて、彼にとって本当に大きな作品なのね。ああ、間違いない。サタデーナイトフィーバーは、彼のキャリアで最初の、そして最も鮮烈なブレイクスルーだった。彼のカリスマ性と時代を象徴する作品のパワーが融合し、とてつもない化学反応を起こしたんだ。この成功がなければ、その後のトラボルタはなかったかもしれない。だからこそ、この世界的ブレイクが第9位だ。第8位。1983年から1989年、最初の低迷期。
主演映画の相次ぐ失敗。マリサ、サタデーナイトフィーバーで大ブレイクしたジョン・トラボルタさん。その後も順調だったの？いや、実はそうでもないんだぜ、レイム。1980年代に入ると、彼は最初の大きなキャリアの低迷期を迎えることになるんだ。特に1983年から1989年頃は、主演映画が次々と失敗してしまった時期なのぜ。あんなに売れっ子だったのに、どうしてそうなっちゃったの？大きな理由の一つは、世間の期待が高すぎたことと、作品選びの難しさだったのぜ。サタデーナイトフィーバーの続編として期待されたステインアライブ1983年は、批評的にも興行的にも振るわなかったんだ。続編が失敗か。それは厳しいね。ああ、他にもパーフェクト1985年やエキスパーツ1989年など、多くの主演作がヒットに恵まれず、トラボルタはもう終わった俳優というレッテルを貼られかねない状況に追い込まれてしまったのぜ。ディスコブームの終焉や、ダンススターというイメージが強すぎたことも影響したんだ。うわぁ、それは辛いね。本当にどん底の時代だったんだ。その通りだぜ。しかし、ジョン・トラボルタの不屈の男たるゆえんは、この苦しい時期を乗り越え、再び輝くことにあるのぜ。この経験が彼をより強くしたとも言えるだろうな。そうなんだ。ここからどうやって復活するのか、気になるね。第7位、1991年、妻、ケリー・プレストンとの結婚、精神的支えを得る。マリサ、ジョン・トラボルタさん、前の時期はすごく苦労したみたいだけど、そのどん底からどうやって立ち直っていったの？やっぱり支えになる人がいたのかな？ああ、レイム、その通りだぜ。まさにその答えの一つが、1991年の妻ケリー・プレストンとの結婚なのぜ。彼のキャリアが低迷していた時期に、ケリーとの出会いと結婚は、彼にとって何よりも大きな精神的支えとなったんだ。なるほど。人生の伴侶って本当に大切だもんね。どんな方だったの？ケリー・プレストンも女優で、とても明るく、ジョンを深く理解し支える存在だったのぜ。ハリウッドの華やかな世界で浮き沈みを経験してきたジョンにとって、彼女は心の安定をもたらす唯一無二の存在だったんだ。低迷期は精神的にもかなり追い詰められていたはずだから、彼女の存在は計り知れないほど大きかっただろうな。そういう安心感って、次のステップに進むための大きな原動力になるよね。ああ、彼らはその後、ジェット、エラ、ベンジャミンの3人の子供たちを授かり、温かい家庭を築いたのぜ。家族という確固たる基盤ができたことで、ジョンは仕事においてもより落ち着いて、前向きに取り組めるようになったんだ。この私生活での安定が、彼のキャリアにおける奇跡的な復活劇の土台となったと言っても過言じゃないなのぜ。そうか、私生活の充実が、仕事での成功にもつながったんだね。ケリー・プレストンさんとの出会いは、本当に彼の人生の大きな転機だったんだ。まさにその通りだぜ。この結婚が、ジョン・トラボルタの不屈の精神を支え、彼が再び輝くための大切な礎となったんだ。第6位、1994年、パルプフィクションで奇跡の大復活。さあ、ランキングもいよいよ佳境に入ってきたぜ。第6位は、映画史に残る大傑作にして、ジョン・トラボルタのキャリアにおける最大のカムバック作、1994年公開、クエンティン・タランティーノ監督のパルプフィクションだ。これで彼は、長い低迷期から文字通り奇跡の大復活を遂げたんだぜ。パルプフィクション、すごく有名な映画よね。確か、ちょっと変わった構成のクライム映画だったかしら？これでトラボルタは完全に息を吹き返したのね。その通りだぜ、レイム。この映画は、複数の物語が時間軸をシャッフルさせながら進んでいく。タランティーノ独特のスタイルが炸裂した作品だ。トラボルタが演じたのは、二人組の殺し屋の一人、ヴィンセント・ベガ。これがまた、かつての爽やかなイメージとは全く違う。どこか抜けてるけどクールなキャラクターでな。相棒ジュールス役のサミュエル・L・ジャクソンとの掛け合いも最高だったし、ユマ・サーマン演じるボスの妻との有名なツイストダンスシーンも、トラボルタの新たな魅力を引き出したんだ。殺し屋役なんて、
これまでのイメージからするとかなり意外ね。でも、それが逆に新鮮で、新しいファンも掴んだのかもしれないわね。映画自体の評価もものすごく高かったんでしょう？ああ、とんでもない評価だったぜ。カンヌ国際映画祭では最高賞のパルムドールを受賞。アカデミー賞でも作品賞を含む7部門にノミネートされて、脚本賞を受賞した。そして何より、トラボルタ自身がこのヴィンセント・ベガ役で、自身2度目となるアカデミー主演男優賞にノミネートされたんだ。これはもう、完全復活どころか、以前よりもさらに大きな存在になったと言ってもいいくらいの大成功だったんだぜ。再びアカデミー賞ノミネート。本当にすごいわね。長い間苦しんできたからこそ、この復活は本人にとっても、ファンにとっても格別だったでしょうね。まさにその通りだ。一時は終わった俳優とまで言われた彼が、タランティーノという才能ある監督との出会いを経て、再び世界の注目を集める存在になった。このパルプフィクションでの大成功は、彼の不屈の精神と、俳優としての底力を証明した出来事であり、キャリア第二の黄金期の幕開けを告げるものだったんだ。だからこそ、この奇跡の大復活劇が、堂々の第6位にランクインだ。第5位、1995年から1998年、ゲットショーティ、フェイスオフなど新たな代表作誕生。いよいよトップ5に突入だぜ。第5位は、パルプフィクションでの華麗なる復活劇の熱が冷めやらぬ中、ジョン・トラボルタが畳みかけるようにヒット作を連発し、キャリア第2の黄金期を確固たるものにした1995年から1998年だ。この時期、彼は次々と新たな代表作を生み出していったんだぜ。パルプフィクションの勢いそのままに、また新しいヒット作がたくさん生まれたのね。どんな映画があったのかしら？やっぱりアクション映画が多かったのかしら？アクションももちろんあったが、それだけじゃないのがこの時期のトラボルタのすごいところだぜ。まず1995年のゲットショーティ。これはエルモ・アレナードの小説が原作のスタイリッシュなクライムコメディで、トラボルタはマフィアの取り立て屋から映画プロデューサーに転身しようとする男チリ・パーマーを軽妙遮奪に演じきったんだ。この役で彼はゴールデングローブ賞の主演男優賞、ミュージカルコメディ部門を受賞。演技の幅広さを改めて証明したんだぜ。ゴールデングローブ賞受賞。コメディでも実力を発揮したのね。他にも印象的な作品はある？ああ、そして忘れてはならないのが、1997年公開のジョン・ウー監督作品フェイスオフだ。これはもう、アクション映画史に残る傑作と言ってもいいだろうな。トラボルタは、凶悪なテロリスト、キャスター・トロイと、彼を追う FBI 捜査官ショーン・アーチャーという、顔を入れ替えられてしまう一人二役の難役を見事に演じきった。特に、ニコラス・ケイジ演じるキャスターと入れ替わった後の、狂気を帯びた悪役っぷりは圧巻だったぜ。フェイスオフ、あの設定は本当に衝撃的だったわ。一人で二つの人格を演じ分けるなんて、演技力が問われる役どころね。本当にこの時期は絶好調だったのね。まさにその通りだ。他にも、心優しい天使を演じたマイケル、1996年や、シリアスな社会派ドラママッドシティ、1997年など、ジャンルにとらわれない多様な役柄に挑戦し、そのどれもが高い評価を得た。この時期のトラボルタは、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、ハリウッドのトップスターとしての地位を盤石なものにしたんだ。だからこそ、この充実期が第5位にランクインだ。第4位、2000年、バトルフィールドアース大失敗。再びどん底へ。さて、ランキングも佳境だが、ここでまさかの転落だ。第4位は、トラボルタにとって衝撃的な出来事。2000年公開の主演制作葬式 SF 大作、バトルフィールドアースの大失敗だ。この作品で、彼は再びキャリアのどん底を味わうことになったんだ。せっかく絶好調だったのに、またどん底に？一体どんな映画だったの？ SF 大作っていうからには、お金もかかっていそうだけど。ああ、この映画はエルロン・ハバードの SF 小説が原作で、トラボルタ自身が長年映画化を熱望した肝入りプロジェクトだった。制作費も当時としては巨額だったぜ。内容は1000年後の未来、
エイリアンに支配された地球で人類が反撃する壮大なストーリー、のはずだったんだがな。トラボルタさんが温めていた企画だったのに、どうして大失敗しちゃったの？ストーリーは面白そうだけど、それがな、評価からの評価が歴史に残るレベルで最悪だったんだ。史上最低の映画の一つとまで酷評された。特殊メイクや CGI のチープさ、尻滅裂な脚本、トラボルタ演じるエイリアンのボスの奇抜すぎるキャラも不評を買った。興行的にも大惨敗で、ラジー賞では作品賞を含む主要部門をほぼ独占する。不名誉な記録を打ち立てたんだぜ。ラジー賞総なめって、相当ね。本人は制作にも関わっていたんでしょう？ショックも大きかったでしょうね。計り知れないだろう。自信作がこれ以上ない酷評と興行的失敗に見舞われたんだからな。バトルフィールドアースの失敗は衝撃的で、トラボルタのキャリアに再び暗い影を落とした。一時はもう終わったとまで囁かれたほどだ。天国から地獄。この大失敗が第4位だ。第3位、2001年から2008年、家族愛と演技派への転身。さあ、いよいよベスト3の発表だぜ。第3位は、ジョン・トラボルタが、バトルフィールドアースの悪夢から立ち直り、新たな俳優としての一面を開花させた重要な時期、2001年から2008年だ。この時期、彼は愛する家族との絆を深めるとともに、派手なスター性だけではない、演技派としての道を模索し始めたんだぜ。バトルフィールドアースの後は大変だったでしょうけど、そこからまた新しい方向に進んでいったのね。家族の存在が大きかったのかしら？ああ、間違いなくそうだろうな。特に妻ケリー・プレストンとの絆は、彼の精神的な大きな支えになったはずだ。子供たちも成長し、家族と過ごす時間が増えたことで、仕事への向き合い方も変わってきたのかもしれない。ハリウッドの喧騒から少し距離を置き、より地に足のついた生活を送る中で、役者としての深みを追求するようになったんだと思うぜ。なるほど。スターとしてだけでなく、一人の人間として、父親として、成熟していった時期なのね。具体的にはどんな作品に出ていたの？大ヒット作というよりは、じっくり演技を見せるような作品が増えたのかしら？その通りだ。この時期のトラボルタは、必ずしも超大作の主役ばかりを追い求めるのではなく、アンサンブルキャストの一員として渋い演技を見せたり、これまでとは異なるタイプの役に挑戦したりするようになった。例えば、2001年のソードフィッシュではクールな悪役を好演し、2004年の炎のメモリアルではベテラン消防士役で、若き消防士たちを導く頼れる上司を演じた。また、同じく2004年のインディペンデント映画、ママの残したラブソングでは、傷ついた元文学教授という繊細な役柄に挑戦しているんだ。確かに、以前の華やかなイメージとは少し違う、落ち着いた役柄が増えている感じがするわね。派手さはないかもしれないけれど、役者としての実力が試されるような。そうなんだ。大きな成功と大きな失敗を経験したからこそ、彼は見栄や名声だけではない、本当に価値のあるものを見つめ直したんじゃないかな。それが家族であり、そして純粋に演じるということだったんだろう。この地道な努力と変化、そして家族愛に支えられた人間的成長が、後のさらなる飛躍、特に2007年のヘアスプレイでの大成功につながっていくんだ。だからこそ、この内面的な充実と演技派への転身を図った時期が、第3位にランクインだぜ。第2位、2009年、長男ジェットの死、不屈の精神で立ち上がった日々。マリサ、ジョン・トラボルタさんの人生、これまでも波乱万丈だったけど、2009年に、本当に想像を絶する悲劇が彼を襲ったって聞いたわ。長男のジェットさんの死よね？ああ、レイム、その通りだぜ。2009年1月、バハマでの家族旅行中に、長男のジェットが16歳の若さで突然の性重リズ発作で亡くなったんだ。ジェットは自閉症を患っていて、トラボルタ夫妻にとっては何よりも大切な存在だったのぜ。それはあまりにも辛い出来事ね。親として、こんな悲しみは想像することすら難しいわ。その悲しみは計り知れないものだっただろうぜ。彼らはジェットの死後、深い悲嘆に暮れ、
一時は公の場から姿を消したんだ。しかし、彼らは互いに支え合い、信仰であるサイエントロジーの教えからも力を得て、この絶望的な状況を乗り越えようとしたのぜ。それでも、また立ち上がって、表舞台に戻ってきたのが本当にすごいわ。ああ、数ヶ月後、トラボルタは映画のプロモーションやイベントに、顔を出すようになり、その不屈の精神は多くの人々に感動を与えたんだ。ジェットへの深い愛情と、彼を忘れないという決意が、彼を再び奮い立たせたのぜ。悲しみを乗り越えて、さらに強くなったんだね。この時期の彼の姿は、単なるエンターテイナーとしてだけではなく、深い人間性を持った人物として、人々の心に刻まれたのぜ。ジェットの死は、彼にとって人生最大の悲劇だったが、同時に彼の精神的な強さを世界に示した出来事だったんだ。本当に、何度どん底を経験しても、また立ち上がる姿は、まさに不屈の男ね。第1、2016年、アメリカンクライムストーリーで再び脚光を浴びる。ついに来たぜ、栄光の第1位。ジョン・トラボルタのキャリアを振り返るこのランキング。頂点を飾るのは、2016年に彼が再び世界中の注目を集め、その実力を改めて証明したテレビシリーズ、アメリカンクライムストーリー O.J. シンプソン事件だ。この作品で、彼は見事なまでに再び脚光を浴びたんだぜ。第1位はテレビシリーズなのね。映画での活躍が長いトラボルタさんだけど、テレビでも大きなインパクトを残したということかしら？ O.J. シンプソン事件って、アメリカではすごく有名な事件よね？その通りだぜ、レイム。このシリーズは、アメリカンフットボールのスター選手だった。O.J. シンプソンが元妻殺害容疑で逮捕された。あの世紀の裁判の裏側を克明に描いた作品だ。トラボルタが演じたのは、シンプソンの弁護団の一員だったロバート・シャピロ弁護士。これがまた、見事なキャラクターアクターぶりを発揮していてな。独特の話し方や立ち居振る舞いまで完全に再現し、単なるモノマネじゃない、深みのある人物像を作り上げたんだ。弁護士役、しかも実在の人物を演じるのは難しそうね。でも、それで再び評価されたということは、本当に素晴らしい演技だったんでしょうね。ああ、まさに圧巻だったぜ。シリーズ自体がエミー賞やゴールデングローブ賞を総なめにするほどの大絶賛を受けたんだが、トラボルタ自身もこのシャピロ役で、エミー賞助演男優賞リミテッドシリーズテレビ映画部門にノミネートされ、さらに制作総指揮の一人としても作品賞を受賞したんだ。数々の浮き沈みを経験してきた彼が、この作品で見せた円熟味と存在感は、まさにベテラン俳優の真骨頂だったぜ。エミー賞ノミネートに作品賞受賞。それは本当にすごいわね。長年のキャリアで培ってきたものが、ここでまた花開いたっていう感じかしら。その通りだ。かつてのアイドルスターでも、低迷期の俳優でもない、一人の実力派俳優ジョン・トラボルタが、その才能を改めて世界に示した瞬間だった。多くの困難を乗り越え、再び最前線で輝きを放ったこの見事なカムバックこそ、彼のキャリアにおける最高の瞬間の一つであり、我々のランキングで堂々の第一位に輝く理由だぜ。これぞ、ジョン・トラボルタの真髄だ。総評またはまとめ。さて、ジョン・トラボルタのキャリアをランキング形式で振り返ってきたが、こうしてみると本当に波乱万丈、ジェットコースターのような役者人生だよな。大ブレイクで時代の寵児となったかと思えば、厳しい低迷期を経験し、そこから奇跡のカムバックを果たす。そしてまた困難に直面しながらも、不屈の精神で再び輝きを取り戻す。まさにハリウッドの不死鳥、フェニックスのような存在だぜ。本当にそうね。良い時も悪い時も経験して、それでも何度も立ち上がってくる姿には勇気をもらえるわ。ディスコスターからシリアスな役、コメディ、そして悪役まで、いろいろな顔を見せてくれるのもトラボルタさんの魅力よね。彼の人生そのものが一本の映画みたい。ああ、その通りだ。彼のキャリアは、成功と失敗、栄光と挫折が常に隣り合わせだった。だが、どんな状況でも彼が失わなかったのは、演技への情熱と、変化を恐れないチャレンジ精神、
そして何より人間的な魅力だろうな。それらすべてが、ジョン・トラボルタというスターを形作っているんだ。彼の物語は、これからもきっと我々を驚かせ、楽しませてくれるはずだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。